ガープ、将来の4スベロギとなる3人を撃退。レイリーが英雄的に美女を救出。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1161話が公開されました。タイトルは矢の前をしのいで結ぶ恋の死です。鬼の子ヤマトの金稲荷第3ボル43英雄たちの眠る場所。ヤマト、錦右衛門、光月桃之助が祠の中で祈っており、和の国の英雄である光月おでん、光月時、伊蔵、阿修羅童子、下月光家などの名が書かれた提灯が見える。編集コメント、伝説が集うゴッドバレーはあまたの運命と企みが絡み合い始め、島はますます恐ろしい悪夢の戦場へと変わっていった。海軍は全力で天龍陣を守っていた。混乱の中、奴隷たちは一時的に息をつく間を得た。難民のように整列して島の出口へ進め。欲しい商品があったんだがな。我々が回収します。お前らが回収するだと？そしてこの苦境の全責任も負えってことか？この下劣な豚め。今こそチャンスだ。この混乱を利用して船を奪い、ここを出よう。シャッキーはどこだ？無事なんだろうな。エリス、ティーチ。どこだ？はあはあ。ロジャーはどこだ？ドラゴンは2人の赤子を抱えて逃げていたが、神の騎士団のサッチェル・マトフェイ級に追いつかれた。頼む、もう少しだけ耐えてくれ。海軍の船はどこだ？海賊か。こっちは来るな。見つけたぞ。赤子を抱えた海兵よ。マトフェイ級は口から光線を吐き出し、ドラゴンの腕を打ち抜いた。2人の赤子は地面に落ちてしまう。これで終わりだ。助かったぞ、マトフェイ。ガーリングに殺されかけた。マトフェイ級はそのうちの一人、フィガーランド・シャムロックを捕らえる。ワーン。あの哀れなガーリングにも子がいたと花。子供を抱えていたあの兵士、随分と奇妙な趣味をしていたらしい。待て、この赤子たちは俺の食材なんだ。この残酷で血塗られた遊戯に加担した罪の。さらばだ、幼き者よ。そうだ、この遊戯で命を落とした人々を思えば、俺が罰を受けるのも当然だ。マトフェイ級は剣を取り、ドラゴンを差し貫こうとする。だがその刹那、強大な斬撃が襲いかかり、マトフェイミアは真二つにされた。道を切り開くために放たれたニューゲートの一撃だった。思わぬ形でドラゴンは救われる。どけー。狙ったのはお前じゃねえ。敵を切ったんだろうが。嘘つけ。私は死にかけたんだよ。今ここで決着つけてもいいんだぞ。なんでこんな海賊どもがこの島に集まってんだ？ドラゴンは地に座り込み、目の前を通り過ぎる白ひげとリンリンを見上げる。このでけえ海賊たち。てめえ、俺を殺す気だったな。ニューゲート。指揮。何も聞かされてねえぞ、リンリン。カイドウ。ロックス海賊団だ。打ち取り穴が上がるぞ。ああ？おいおい、あいっかちら前にシャッキー狙ってんのかよ。この時、島の他の海賊たちは好機をついてロックス海賊団を襲い、これを利用して名を上げようとしていた。背後には王直の陰謀がある可能性が高い。白エビスコ、リンリン、カイドウ、指揮が手を組み、この雑魚海賊どもを軽々と吹き飛ばした。実力は全く別次元だった。帰って寝てろ小魚ともが。ギャー。一体どうなってんだい？この島。逃げられそうだが赤ん坊たちを奪われた。ドラゴンは地面に倒れているシャンクスの頭が殴られて気絶し、腫れができているのを見た。同時にガープがこちらの様子に気づき、迅速に追ってきた。間もなく一撃で大地を打ち破り、強烈な覇気を放った。大物がいるな、一級漁場発見。観念しろ、海王類とも。ガープだ。逃げるわよ、ここにいたら時間の無駄だ。戦わないのか？今はダメよ。ゼウス、プロメテウス。はいママ。親父か？天の突進縁、中将ガープ。リンリンはゼウスとプロメテウスを召喚し、連携の大技を放って激しい爆発を引き起こし、再び雑魚どもを吹き飛ばした。今のは一体誰だ？ともかく行くぞ、クマ。これがチャンスだ。煙が晴れると、ガープは無傷で鬼神のごとく立っており、リンリンは大いに驚いた。プライムリプも焼けねえぞ、リンリン。畜生。子供を抱えていた男はもう死んでいるだろう。使える方の赤ん坊を連れて戻るとしようか。わーあん。狩りができたな。ガーリングに気づかれる前に戻れ。許してくれ、お前の兄を助けられないかもしれない。
せめてお前だけでも救えれば。万明家の少女はなおも奴隷を打ち続けている。こんな騒ぎで本当に逃げられると思っているの？あんたたちもあの海賊たちもここから出してやらないわ。ギャー。海軍は海賊の動向を報告している。報告します。ロックス海賊団が谷を抜けて南東へ進行中。ロジャー海賊団は北西から接近中。我々はその間にいます。シャッキーを助けに来た。ロジャーだ。何があっても陣地を守れ。宝はまだ奪われていない。ロックス海賊団が反対側から来ている。シキ、銀氷、ジョン、ガンズイ、グロリオーサ、ギルバスターらが島の中心へ向かって殺到している。銀氷は右手でシキの顔を押さえ、先に行かせまいとする。俺が前に出て彼女を助ける。違う、俺が行く、行かせろ。シャッキー、助けに来たぞ。しっかり止めろ。芍薬を連れてきたんだろ。ソマーズ星。ただ。ソマーズ星。ソマーズは芍薬が監禁されている部屋にやってきて彼女の前に立つ。お前たち全員が一人の鎖につながれた女に負けたっていうのか？海賊たちかなり煽られてるみたいね。ふう。やだね。てめえの価値を分かってる女はお前には全く魅力がないって分かってるか？ソマーズは芍薬に近づくと手を挙げて平手を食らわせた。芍薬は反撃し、回し蹴りでその腕を強く蹴りつけ、ソマーズは声を上げる。しかしソマーズは素早く反撃し、蹴ってきた足をつかむと有刺鉄パンで彼女を激しく地面に叩きつけた。いてて。ああ。その通りだ。海賊どもは我々からお前を奪いに来た。お前のあの有名さは何なんだ？大会をぶち壊したのはお前だ。たとえ生かしておいても結局ガーリングの手に渡るだけだ。ここでお前を殺しておけば誰の得にもならない。ちょっと指摘だろ？助けに来て到着したらこんな姿だなんて。奴らがどんな顔をするか見ものだな。その時、海賊たちはすでに町へ侵入していた。ロジャーと白ひげが交戦し、その衝撃波が周囲の多くのものを吹き飛ばした。ロックス海賊団はシャッキーを救いに行くと叫ぶ。シャッキー、助けに来たぞ。シャッキーは大丈夫か？今すぐ助けに行く。俺だ。畜生。ここから出してくれない。誰かシャッキーを救え。レイリーは焦り、芍薬の部屋へ全力でかけていた。聞こえるか？奴らはすぐ後ろだ。残念ながら間に合わないだろう。ソマーズ星、ガーリング星はこれを許さないぞ。黙れ。彼に言わなければただの事故に見えるだけだ。彼女の顔を見ろ。希望が消えていくのがわかるだろう。人生は楽園ばかりじゃない。もちろん誰かが助けに来れば奴らはお前を殺すだろう。現実は残酷だ、女。ギヒャハハ。お前を5回殴ってやる。この時間を反省に使え。一回一回後悔することになる。平和なんて愚かな考えがどれほど馬鹿げているか思い知るがいい。このビッチめ。ソマーズが芍薬にとどめを刺そうとしたその瞬間、背後から鬼神のような影が現れた。冥界へ手向けてやるよ。彼岸刀鍵。レイリーは一戦でソマーズを吹き飛ばした。彼は芍薬が以前に託した手紙を携えて迎えに来た。二人は抱き合って泣き、芍薬は子供のように泣き、レイリーも珍しく涙を流した本話の最も温かな場面となった。シャッキー、遅れてすまない。迎えに来たぞ。レイさん、どうしてそんなに遅かったの？ごめん、相当ひどい目にあっただろう。最悪だった。俺は決して。後でやれ、昆虫症。シャッキーは取り戻した。皆宝を奪ってここを出るぞ。編集コメント救出。では当時ロックスは一体どう敗れたのか？モンキー・ディ・ガープとゴールディ・ロジャーは共闘してロックス・DG ベックを倒したのか？結論としては戦国は真面目そうだが口が重いというしかない。第1160話で小田栄一郎はゴッドバレーに上陸する各勢力の場面をいくつか描き直した。さらに重要なのは彼らの来意を改めて示した点だ。ゴールディ・ロジャー率いる海賊団は芍薬を救うために来た。ロックス海賊団の大多数も芍薬を救うためであり、少数派は悪魔の実目当て、ロックス本人は妻子を救うためだった。言い換えればロックス海賊団とロジャー海賊団の目的は一致しており、少なくとも対立するものではなかった。しかしモンキー・ディ・ガープがゴッドバレーに来る前、彼は人間狩りのことを知らなかった。
コングはガープに対して天龍人の修学旅行だとだけ告げた。明らかにコングが嘘をついたのは、もしガープが真相を知れば絶対に海軍としてゴッドバレーに協力しないと理解していたからだ。だからコングはロジャーの動きに関する情報でガープをゴッドバレーへ誘い、ガープが最初にゴッドバレーに到着した目的もロジャーの追跡だった。では、ガープが島に上陸して大量の民間人の遺体を目にしたらどう反応するか？彼の性格からすれば激怒するに決まっている。ガープは必ず犯人を追い、まだ生きている奴隷たちを保護するだろう。ここで問題になるのを、天龍人と当時の島の海軍がガープに真相を明かす勇気があったかどうかだ。彼らは当然認めず、平民虐殺の罪をすべてロックス海賊団に押し付けただろう。当時の彼らの悪名を考えれば、弁明の余地はほとんどない。妻子を救うことだけを考えていたロックスは、ガープや海軍を排除すべき障害とみなした。こうして両者は衝突したのだ。ロジャー海賊団はまず神の騎士団と交戦した。スコッパーギャバンもこの戦いで初めてソマーズ星と対峙し、神の騎士団の節のみを破る秘策を発見した。したがって戦国の語ったことは半分は当たっていると言える。結果から見ると、当時ガープがゴッドバレーで奴隷と天龍人を保護したのは確かだ。しかし実際の動機は無差別に虐殺される民間人を守るためだった。ガープと彼が率いた海軍艦隊は当時モンキー D ドラゴンが相手にしていた天龍人を手助けして民間人を包囲していた海軍とは全く別の存在だった。それでもなお汚点は避けられなかった。これがガープが後に大将への昇進を辞退し、ゴッドバレー事件について口を閉ざした理由かもしれない。その後、モルガンズは世界政府と結託して事件の全責任をロックス海賊団に押し付け、ガープを表舞台に立てて海軍の英雄に仕立て上げた。モルガンズはその結果出世し、地方の新聞社から世界政府の協力者へと変貌した。ゴッドバレーの対戦終盤、神の騎士団は当時最強クラスの海賊たちに対抗しきれなかった可能性が高く、そこでさらに強力な戦力が介入した。例えば当時ゴッドバレーにいたジェイガルシアサターン星、さらには最終的にイムが軍庫に憑依する形で直接決着をつけたという筋書きも考えられる。ロックスの妻子に関する秘密は最終的に暴かれ、彼の最大の弱点となった可能性が高い。神の騎士団がその後巨人国で子供を誘拐するなどの悪行を行っている点を参照すれば痕跡は残っている。だからこそモンキー D ドラゴンはルフィとの関係を徹底して隠したのだろう。これらは今後の展開で徐々に明かされていくと信じたい。この展開は本当にますます白熱してきた。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。